ではまず誰が WX と戦うか、運命を司る神に委ねるとする。オープン。決まりだな。軍参謀本部が開発した試作機コルレルだ。君にはこれに乗ってもらう。そしてガンダムを倒してもらう。色は白がいい。関係なかろう。白がいいんだよ。分かったよ、デマー少尉。君の言う通りにしよう。それなら OK だ。倒してみせるよ。WX とやろう。独立国家エスタルドは喜びに包まれていた。先の作戦の成功で新連邦軍の空爆の脅威が払拭されたからである。作戦に多大な貢献を果たしたフリーデンの一行はその功績を称えられ、国賓並みの待遇を受けていた。船の修理はまだかかるのかね。ここの軍隊が全面協力してくれてるから意外に早く終わりそうだよ。キャプテンたちはまた政府首脳と？ええ、これで3日連続だもんね。結局男って動物は政治とか戦争とかの話が好きなのよね。メカいじりもだよ。医療行為も悪くないぞ。いや、船こそ男のロマン。でもさ、本音のところでさ、男のランキングの一番は違うんでしょ。男の一番好きなのはよしなさい。ごめんなちゃん。トミヤさん、あの人がいなくなって無理してる。ごめんねトニア。私やっぱりあの船にはいられない。だってあそこには思い出が多すぎるもの。あの人許してくれないだろうな。何が戦闘継続だ。和平に持ち込まなければこの国の未来はない。そんな弱腰でどうするか。わしはここにおるフリーデンの同志にも次の作戦に参加をお願いするつもりでおる。次の作戦？うん。新連邦に我が政府を認めさせるその日まで戦い抜く。そうですな。それは。いや、和平交渉です。ウィリス様、ご決断を。退屈なんだね。一抜け。あんの野郎、事の重大さがまるで分かってねえ。申し訳ありませんでした。
確かにお客人の前で無粋な話をしてしまったようですね。失礼をお許しください。説得って俺が？はい。国家主席に和平を進めていただきたいのです。どうして俺なんかに？先ほどの将軍の発言に対してあなたは毅然とした態度を取られた。ですからこうしてお願いしております。あれはさ、我々エスタルドの人間は同盟こそ結んでおりますが、隣国のガスタールとは対立しておるのです。将軍はガスタールよりも先に新連邦を叩き、独立同盟のリーダーシップを取ろうとしているに過ぎません。そういうプライドのためにドンパチ戦争しちゃうってのね。ご理解いただけましたか？いただいた。けどお断りだ。嫌いなのはあのじいさんだけじゃない。あんたも一緒なんだよね。本当のところはどうなのだ？と言いますと？未来はあるのか、この国に。国家主席次第でしょうね。どうしたんだい？まだ何か？いや、別に。そうだ、ちょうどいい。君に聞きたいことがあったんだ。聞きたいこと？そう、北米大陸で暮らしてた頃の話聞かせてほしいんだ。構わず作業を続けたまえ。ようじいさん、おかげで作業は順調だぜ。こら、口の聞き方に。構わん。一層ドーンと武装を強化するか。我が軍の力をもってすれば容易なことだぞ。そそる話だけど、それってジャミルの許可がいるんだよな。そうか。おいジジイ、その話俺が乗るぜ。エアマスターのパワーアップ。そうだ、悔しいが新連邦の新型機はとんでもねえ性能だ。ならいいアイデアあるぜ。資材と労力はこちらで提供しよう。本当か？君は若い頃のわしにそっくりだ。血の気が多くてまっすぐでな。ジジイなんぞに似てるって言われたって嬉しかねえや。それにだ、礼儀知らずなところがまたよく似とる。ガロードならまだ帰ってない。何か話があるらしい。そうですか。トニアの言っていた男のランキングとやらも当てにはならんようだな。へえ、まさに毎日が命がけなんだね、モビルスーツ乗りというのは。ああ、そうさ。だけど生きていくためには仕方がないし、フリーデンは俺たちにとって家みたいなもんだしな。羨ましいな。僕もできるならそんな生活がしてみたかった。冗談。こんな立派な国の王様なんだろ。こっちの方が全然いいじゃんか。でも僕には心を許せる人がいないから。君も見ただろ。僕はこの国の飾りに過ぎないんだ。前の国家主席であった父からこの国を受け継いだけど、僕にはみんなを引っ張っていく力はない。誰かが決めたことにイエスかノー、そう答えるだけの人形なんだ。気持ちわかるよ。俺もよくガキ扱いされてみそっかすにされるから。君は面白い人だね。そうかい？普通だと思うけど。ウィリス様、会議のお時間です。ガロード、またゆっくり話を聞かせてほしい。わかった、約束するよ。お
ファ。ガロードのこと考えてたんでしょ。いえ。隠してもダメよ。最近ガロードと喋ってる？やっぱりね。わかりますか？だってティファ、私と同じオーラ出してるもの。寂しいよっていうオーラ。エニルさんですね。ほう、極東海軍が動きましたか。これが参謀本部が立てた作戦。コードネームは S、 サクリファイスの頭文字だそうです。攻撃目標は独立同盟の一つ、ノーザンベル。この国に全軍を投入し、首都ベルードを制圧せよというのですが。わからんのかね。生贄だよ。生贄？エスタルドとガスタールには旧連邦以前からの民族対立の歴史がある。だからこのノーザンベルを潰し、我が軍の力を見せつけたところで、どちらか一方と停戦協定を結べば。なるほど。我々は自ら進んで火をくべる必要はない。対立する民族の火種に油を注ぐだけで良いのだ。どうだい、こいつが生まれ変わった新しいエアマスターだぜ。すっげえ、色まで変えちゃったのかよ。前から温めてたアイディアをここの施設と資材で実現させたんだ。この国の協力を受けたの？そうだけど、問題あり？そういうわけじゃないけど。協力した代わりに次も戦えなんて言われんじゃないの？バカ野郎、あのジジイはそんなしみったれじゃねえ。それにあのジジイの言ってること分かる気がしてんだ。ウィッツ、自由を勝ち取るために戦い抜くのは悪いことじゃねえ。違うか？間違ってはいないけど。なんだって？良くないことが起こるって一体何があるんだ？わからない。でもなんだかとても悪い予感がするの。彼女の予感は的中した。サクリファイス作戦がついに決行された。新連邦軍はノーザンベルの首都ベルードに奇襲をかけ、町は戦場と化した。始まったようだよ兄さん。ガンダム出てくるかな？おそらくな。それにしても変わった男だ。アフリカ戦線では白い死神と呼ばれた男だ。実力は保証されている。あとは彼に力があるかどうかだね。そう、それを確かめるためには強力な敵にぶつけることが必要だ。完璧なる白だ。ノーザンベルは同盟を結んだガスタールおよびエスタルド政府に救援を求めた。これに応えて両国はノーザンベルへ軍の派遣を決定した。修理が終わっていないのか？船をまだ動かすことはできん。そうか。協力をお願いしようと思ったのだが残念だ。ジジイ、俺は行くぜ。本当かね？いろいろ世話になったし、新しくなったエアマスターの性能も試してみて。それに町が戦場になってんだろ。ああ、感謝する。見てろよ。ロアビー、戻
戻ってこないわね。どっかで油売ってんでしょ。我が軍はガスタール軍と合流し進軍を開始しました。これについてウィリス国家主席は安保条約に基づく軍事行動であると。我が軍はノーザンベルの首都ベルードにて新連邦軍と交戦状態に突入した模様です。フリーデンはモビルスーツ乗りが2名、ガロード・ランとウィッツ・スーが志願したそうです。そうか。政府首脳を守れなんて言われても公敵が多くっちゃ。弱音を吐くな。とにかく新連邦の連中を町から追い出しゃいいんだ。かといってこんなとこじゃサテライトキャノンは使えないし。やはりいたよ兄さん。デマー少尉、お願いする。1対1で戦いたい。誘導は任せていいよね。了解した。白くて綺麗だけど倒すよ。もう少しだ。またやつか。待て。かかった。どこだ。どこに隠れた。まずは腕から。こいつ出やがったな、新型め。今度は負けねえぜ。ざまみやがれ。装備を変えたのか。なかなかいい動きをする。兄さん、長い間足止めできない。ガンダムを倒せば2階級特進と言ったのがいけなかったのか。思ったよりも善戦しているようだ。困ったことだな。その機動性は従来のモビルスーツの常識を覆す。ただし軽量化のために装備された武器はビームナイフ1本。どんな気分だ。ビームナイフ1本で撃破される気持ちは。このままじゃやられる。我が軍は同胞であるベルードを守るという正義に燃えて新連邦軍と戦い続けておるのです。奴の狙いはコックピットか。ライフルの弾はあと1発。あれだけの運動性だ。サーベルじゃとてもじゃないが歯が立たない。どうする。アフリカ戦線じゃこんな強いやつと戦えなかった。
楽しいな、本当に楽しいよ。これで終わりだ。コックピットか。こいつオルバよ、一人目は目覚めぬまま果てた。帰還するぞ。了解、兄さん。逃げるか。待てウィッツ。あれは同盟軍の支援は遅すぎた。ノーザンベルの首都ベルードは陥落し、新連邦政府に対し無条件に降伏した。同盟軍は撤退を余儀なくされた。完全なる敗北であった。俺たち一体何ができたんだ。何も喋るな。戦争に正義も悪もない。ただ互いに正義がぶつかり合い血を流すだけだ。ノーザンベルの崩壊によって民族紛争という新たな問題が浮上する。ガロードたちはまた一つ凄惨なる現実を目の当たりにする。癒してあげたいのにそっといつからなの素直に泣くのをやめて我慢して生きてる When you find love in your heart 思い出してね本当は愛されていることを生まれたおさらばでございます。